ニコン Z5-2 で徹底比較。50mm f1.8vs40mm f2。はい。皆さんこんにちは。長チャンネルです。ニッコール Z50mm f1.8S を購入するにあたっては、F1.8 と F1.4 の比較動画をたくさん見てから F1.8 に決めました。しかし、50mm f1.8 を購入してから、SNS で気になる情報を3つ見つけました。1つ目、50mm f1.8 よりも 40mm f2 の方が AF スピードが速い。2つ目、50mm f1.8 の玉ボケは周辺部で歪んでレモン型になる。3つ目、40mm f2 の玉ボケは丸くて綺麗。50mm の単焦点レンズが欲しかったので、40mm はノーマークでした。S ラインの 50mm f1.8 が無印の 40mm に負けることがあるのか気になります。そこで今回は Z5-2 につけて2本のレンズの基本性能を徹底比較してみます。それでは、Let's get started! 長チャンネル。1、AF スピード。手前と奥のカップに交互にピントを合わせます。50mm f1.8 です。スムーズにピント合わせができています。気になるほどではありませんが、ステッピングモーターの動作音が少しだけしました。フォーカスブリージングは完全に抑制されていてグッドです。40mm f2 です。レンズの枚数も重さも 50mm の半分しかないからか、40mm の方が素早く合掌しているような感じがします。ステッピングモーターの動作音は無音で快適です。フォーカスブリージングは少しだけ残っています。コンパクトで重量の軽い 40mm f2 の方が AF スピードは少しだけ速いようです。2、AF 性能。京王線で近づいてくる電車と遠ざかっていく電車を連写して、ピントが追従しているか調べます。3D トラッキングで被写体認識を乗り物に設定します。拡張高速連写の秒間14コマで撮影します。レンズは 50mm f1.8、シャッタースピードは2000分の1秒、絞りは f2.8、ISO はオートです。撮影された写真のピントをチェックしてみましょう。近づいてくる電車。15コマすべてにピントが来ています。遠ざかっていく電車。
15コマすべてにピントが来ています。レンズは 40mm f2、シャッタースピードは2000分の1秒、絞りは F2.8、ISO はオートです。撮影された写真のピントをチェックしてみましょう。近づいてくる電車。15コマすべてにピントが来ています。遠ざかっていく電車。15コマすべてにピントが来ています。他の編成も含めて2本のレンズで200コマ程度撮りましたが、すべてのコマにピントが来ていました。レンズが標準域なので電車との距離も近く、ボディも Z5-2 なのでピントを外すコマが出るかと思いましたが、意外と完璧でした。50mm f1.8 も 40mm f2 も AF 性能は優れていて、追従性もバッチリでした。ただし、50mm と 40mm の解像感を比べると、やや 50mm の方がキレのいい画質です。長チャンネル。3、画質。中央と周辺にチェックシートを貼って撮影しました。50mm の絞り開放 F1.8 です。中央部はよく改造しています。周辺は光量が落ちていて、解像感も少し低下しています。少し絞って 50mm の F2.8 です。中央部はよく改造しています。周辺部の光量が上がり、よく改造しています。40mm の絞り開放 F2 です。中央部はよく改造しています。周辺は光量が落ちていて、解像感も少し低下しています。少し絞って 40mm の F2.8 です。中央部はよく改造しています。周辺部の光量が上がり、よく改造しています。
絞り開放で撮った写真で比較してみます。中央部の解像感は 50mm の方がくっきりしています。周辺部はほぼ同等に解像感が低下しています。50mm も 40mm も F2.8 まで絞って比較します。中央部の解像感は 50mm の方がくっきりしています。周辺部はほぼ同等に改造しています。S ラインの 50mm の方が解像感は高いようです。4. 玉ボケ。50mm の絞り開放 F1.8 です。周辺部の玉ボケはレモン型に歪んでいます。3分の1段絞って F2 です。周辺部の歪みは楕円に近くなりましたが、早くも角張ってきました。さらに1段絞って F2.8 です。周辺部も綺麗な形になりましたが、9枚の円形絞りでも角張っています。40mm の絞り開放 F2 です。周辺部の玉ボケが少し歪んでいます。1段絞って F2.8 です。周辺部の玉ボケは放射状に伸びて形が崩れています。9枚の円形絞りですが、すべての玉ボケが角張っています。玉ボケの中身を比べてみると、50mm はやや玉ねぎボケです。40mm の玉ボケは中身がとても綺麗です。40mm にブラックミストフィルターをつけて絞り開放で撮るのがベストかなと思います。ストリートスナップの場面では 50mm でもやや足りないと感じることがあります。85mm で遠くから人物を入れて切り取りたいと思う場面もあるくらいです。作品に残すような写真では解像感低めの 40mm よりも 50mm がいいかなと思います。しかし 40mm のポテンシャルは相当高いので、いいなぁと思った場面を気軽にスナップして楽しむなら、コンパクトな 40mm は最強のレンズかもしれません。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。